長靴を履いた猫。あるところに貧しい粉引きが住んでいた。息子が3人あったが、粉引きが死んだ後、息子たちに残された財産といえば、水車小屋とロバと猫が1匹。もうそれで全部だった。財産分けの仕事はあっという間に済んでしまった。役人にも弁護士にも立ち会ってもらわなかった。そんなことをしたらなけなしの財産をたちまちすっからかんにされてしまったことだろう。上の息子は水車小屋をもらい、真ん中の子はロバをもらった。末っ子のもらい分はオス猫一匹だけだった。末っ子は自分の分け前があんまり惨めなので、どうにも諦められなかった。そこでこんなふうに愚痴をこぼした。兄さんたちはいいよな。水車小屋とロバなんだもん。一緒に暮らせば立派に粉引きで食べていかれるじゃないか。僕なんかひどいもんだ。この猫を食べちゃってさ、毛皮でふっかふかの手袋をこさえてさ、それでその後はお腹が空いて死ぬだけなんだもん。猫は末っ子の愚痴がちゃんと聞こえていたのだけれど、半分しか聞こえなかったふりをして落ち着いた。頼もしい様子でこう言った。まあまあそう、お嘆きなさいますなご主人様。一つお願いがございます。まず大きな袋を1個頂戴したい。それからぜひ長靴を1足あつらえていただきたい。どんな藪の中でもどしどし歩き回れるようなやつをね。そうしてくださればいずれご自分の分け前がそれほど見下げたものでなさそうだとお分かりになることでしょうよ。末っ子は猫の言葉をすっかり真に受けたわけではなかった。でもこの猫は今までに何度も曲芸みたいな身のこなしで親ネズミや子ネズミを見事に捕まえてみせたのだった。後足で柱の釘にだらんとぶら下がり、小麦粉の中に潜り込んだりして死んだふりをする。それからさっとばかりに飛びかかるのだ。そんなわけで末っ子はひょっとするとこの猫がいつか救いの神になるかもしれないと考えた。さて、望みの品々が手に入ると、猫はまず手際よく長靴を履き、袋は肩からぶらりと下げて、前足で紐を握り、こうして野うさぎがたくさん住んでいる森の方へいそいそと出かけていった。森に着くと猫はごろりと横になり、死んだようにじっとしていた。袋の中には大豆かすだの野菊だのがどっさり入れてあった。こうしておけばまだ幼くて騙し討ちの怖さを知らない野うさぎがごちそうにつられて袋の中へ潜り込むに違いないと猫は考えたのだ。計略はたちまち図に当たった。うっかり者の子うさぎが一匹袋の中へ飛び込んできたのだ。猫はさっと袋の紐を締めて子うさぎを捕まえ、無残にも殺してしまった。獲物を手に入れた猫はもう鼻高々、そのまま王様のお城へ出かけていった。そしてぜひ王様にお目通りを願いたいと申し出た。王様の部屋に通されると猫はまずうやうやしくお辞儀をして、それからこんなふうに切り出した。王様、どうかこの野うさぎをお納めくださいますように。
これはカラバ公爵様からの貢ぎ物でございます。猫は自分の主人を勝手にそんな貴族に仕立て上げていたのだ。王様のことはこうだった。帰ったらそなたの主人に伝えるがよい。王が大層喜んで厚く礼を申しておったとな。何日かすると猫は今度は麦畑へ出かけていき、ごろりと横になった。もちろん袋の口はパックリと開けておいた。やがてうずらが2羽袋の中へ入り込んだ。猫はさっと紐を締めて2羽とも捕まえてしまった。野うさぎの時と同じように猫は2羽のうずらを下げて王様のお城へと出向いた。王様は今度もまた大喜びで貢ぎ物をお納めになり、猫にどっさりご褒美をくださった。こんなふうにして猫は2月か3月の間ずっと頃合いを見ては王様にカラバ公爵の仮の獲物をお届けしに行った。ある日のこと、猫は王様が馬車で川沿いの景色をお楽しみになると聞きつけた。しかも美人の誉れ高い王女様とご一緒だというのだ。そこで猫は末っ子にこんなことを言った。私に一つ名案がございます。どうか申し上げる通りになさっていただきたい。そうすれば億万長者になれること請け合いです。何難しいことなんかちっともありません。私が場所をお教えしますから、川で水遊びをなさっていてください。それだけで結構。あとは私の出番でございます。末っ子は水遊びなんかしてそれでどんないいことがあるのかさっぱりわからなかったけれど、ともかく猫の言う通りにした。末っ子が川でパチャパチャやっていると、やがて王様の馬車が通りかかった。すると猫が声を限りにこう叫んだ。大変だ、誰か来てくれ。カラバー公爵様が溺れそうだ。声を聞きつけて王様は馬車の窓から顔を出された。見ると叫んでいるのはあんなに何度も貢ぎ物を届けに来た例の猫ではないか。王様は護衛の兵士たちに大至急カラバー公爵を助けに行くようお命じになった。さて兵士たちが公爵を川から助けている間に、猫は王様の馬車に走り寄ってこう叫んだ。申し上げます。私の主人が川で水遊びをしておりましたところ、盗っ人どもが参りました。もちろん私、あらん限りの大声で泥棒、泥棒と叫び続けたのでございますが、実を言うと利口者の猫は主人が着ていたものを大きな石の下にそっと隠しておいたのだ。王様は直ちに衣装係の兵士たちに向かってこうお命じになった。私の衣装部屋へ行ってより抜きの服を一着持ってくるようにカラバ公爵殿に差し上げるのだ。王様のもてなしぶりはもう至れり尽くせりだった。公爵はもともと美青年だったし、体つきもすやりとしていてとても様子が良かったのだが、王様にいただいた素晴らしい服のおかげで一層見栄えのする若者になった。王様は公爵の姿を一目見て、まあなんて素敵な方と思った。だから公爵が王女様の方へうやうやしげ中にも情のこもった流し目を送ると、
王女様はもう心の底から恋の虜になってしまった。王様は公爵を馬車の中へ招き入れ、ともども景色を楽しむことにした。どうやら目論見が成功を収めそうなので、猫は小躍りしたい気持ちだった。王様の馬車の先に立ってどんどん歩いていくうち、やがて大勢のお百姓たちに出会った。牧場で牧草を飼っているのだった。猫はお百姓たちに向かってこんなふうに言った。これ、者どもよく聞けよ。まもなく王様がお通りになるから、もしお尋ねがあったら、この牧場はカラバ公爵様の持ち物でございます。とお答えするのだぞ。さもないとお前たちを一人残らず八つ裂きにしてしまうからな。猫の言った通り、王様は牧草を飼っているお百姓たちにこうお尋ねになった。この牧場はどこのどなたの領地じゃな。カラバ公爵様の領地でございます。お百姓たちは口を揃えてそう答えた。八つ裂きにされてはたまらないからだ。ほほう、大層な財産をお持ちやないか公爵。仰せの通りでございます。毎年毎年それはもう有り余るほど牧草が取れますもので。猫はさらにどんどん先に立って歩いていった。するとまた大勢のお百姓たちに出会った。みんな麦の取り入れをしているのだった。猫はお百姓たちにこう呼ばわった。これ、者どもよく聞けよ。もし王様からお尋ねがあったら、この山のような麦は全部カラッバ公爵様のものでございます。とお答えするのだぞ。さもないとお前たちを一人残らず八つ裂きにしてしまうからな。しばらくあと王様が通りかかられて、こうお尋ねになった。この大層な麦はどこのどなたのものじゃな。カラバ公爵様のものでございます。お百姓たちはそう答えた。王様は今度もまた大変感心なさり、公爵にお褒めの言葉を賜った。猫はさらにどんどん馬車に先立って歩いていった。そしてお百姓たちに出会うと、決まってきっと同じ脅しをかけた。王様はカラバ公爵の羽振りの良さに心底驚いてしまった。猫はやがてとある立派な城に行き着いた。この城の主は実は人食い鬼だった。そして誰一人肩を並べるものがないほどの大金持ちの人食い鬼だった。何しろこの日王様が場所で通られた土地は全部この城の領地だったのだから。猫はこの人食い鬼がどんなやつでどんなゲートをやってのけるかすっかり調べ上げておった。そこで城の者にこう申し出た。ぜひお殿様にお目にかかりと存じます。こんな近くにまで来ていながらご挨拶も申し上げないのでは私の気持ちがすみません。人食い鬼は精一杯愛想よく猫を迎え椅子を進めてくれた。猫はそこでこんなふうに切り出した。聞くところによりますと、あなた様はもうどのような動物にでも変身なされるお方だとか、ライオンにだって象にだってどんどん化けられるのだとか伺っておりますが、その通りじゃよ。鬼は愛嬌のない声で答えた。
まあ見てるがいい。今にライオンになってみせるからな。たちまち猫の前に一頭のライオンが姿を現した。猫はぞっとしてひとっ飛びで屋根まで駆け上がったが、長靴のせいで危なく滑り落ちるところだった。まったくこの長靴というやつ。屋根瓦の上を歩くようにはできていないのだ。しばらくして鬼がもう普段の姿に戻っているのを見届けると、猫は下へ降りていってこう言った。ああ、もう怖かったのなんのって。ところで実は私もう一つこんな噂を耳にしております。つまりですね、あなた様はどんなちっちゃな動物にでも変身できるお方だというのです。まあ例えばのお話ですが、ネズミですよ。こんなちっぽけなネズミにも化けることがおできになるのだとか。いや正直なところ私そいつだけはとてもじゃないけど無理だと思っておりますが。無理だと？鬼は凄みのある声を出した。まあ見てるがいい。言うや否や鬼は一匹のネズミに化けた。そして床の上をあちこちちょろちょろ走り回った。これを見た猫は稲妻のように飛びかかってペロリとネズミを平らげてしまった。そうこうするうち王様の場所も城の近くまでやってきた。王様は城があんまり立派なのでぜひ訪れてみたいと思われた。城へ通じる跳ね橋の上をカラカラと馬車が渡ってくる。その音を聞きつけると猫は横っ飛びに走り出て、さて王様にこう申し上げた。カラバ公爵様のお城にようこそ。いやいや、恐れ入ったよ公爵。この城もあなたの持ち物なんだね。王様の上ずった声が響いた。なんという見事な庭だ。まさに比類がない。それに周りの御殿の素晴らしさといったら、ぜひ中を見せていただきたいものだね。王様が真っ先に庭からの階段を上られた。後から公爵が王女様のお手を取って登っていった。こうして一同が大広間に入ってみると、なんとそこには特別あつらえのごちそうがずらりと並んでいるではないか。実を言うとこのごちそうはみんな人食い鬼が整えたものだった。その日人食い鬼は仲間を大勢お客に呼んであったのだ。でも客たちは王様がお城に入られると聞いたので遠慮して入ってこようとしなかった。王様はカラバ公爵の人柄と育ちの良さにすっかり惚れ込んで、王女様はもう公爵に夢中だった。その上公爵には広い広い領地と人並み外れた財産がある。王様は何度も杯を重ねられた末、公爵に向かってこうおっしゃった。公爵殿、私の婿になってはくれぬかな。もちろんそなたのお気持ち次第だが。公爵はそこで深々とお辞儀をして王様のもったいないようなお申し出をありがたくお受けした。そしてその日のうちに王女様とめでたく結婚の式を挙げた。さて猫といえばすぐさま堂々たる貴族に取り立てられた。その後もネズミを取ることはあったけれど、それもつまりは遊び半分のことだったという。